皆さん、おはようございます。今日は旅の10日目です。今は中南部沿岸の風園にいます。美しいビーチと山々が特徴で、観光地としてはまだ穴場ですが、地元の海鮮料理も魅力の一つです。朝、ホームステイの大家さんにお会いしました。すると大家さんから一緒に将棋をしませんかとお誘いを受けたので、コーヒーを飲みながら将棋を楽しむことにしました。将棋をしている最中に大家さんの奥様から電話があり、早く帰ってきてと言われたそうで、大家さんは早々に帰られました。ベトナムの将棋は中国将棋が人気です。日本の将棋は 9×9 のマスに駒を置きますが、ベトナムでは線と線の交点に駒を置くため、盤面は 9×10 のマスです。また、将棋盤の中央には川があり、駒は丸い形をしています。道中で牡蠣のおかゆのお店を見つけたので、ちょうどお腹も空いていたので、朝食を食べに行くことにしました。このお店ではワイン缶も売っていて、とても美味しそうです。うどんに似たベトナムの半透明の麺のことです。ニラたっぷりのワイン缶と牡蠣のおかゆは、どちらもここ風園の名物だと地元の人に聞きました。店内に入ると大きなメニューが壁に貼ってあり、価格もお手頃で高くはありません。店内にはおしゃれに飾られたお酒がたくさん並んでいます。さらにごま入りせんべい、唐辛子入りの魚醤、冷たいお茶も一緒に出てきました。麺は以前食べた臨風荘のワイン缶より細く、コシがある印象です。食べた感じ、普段のワイン缶というより、むしろビーフンに近い食感ですね。こちらのおかゆの中には、牡蠣がたくさん入っています。身はプリプリしていて、とても濃厚で、サイズも大きくて美味しそうです。実際に食べてみると、あっさりした味わいですが、牡蠣の甘さが加わってとても美味しいです。おかゆと牡蠣の組み合わせはなかなか合いますね。この辺りの地域では、どこでも焼きライスペーパーを目にします。中部の人々は焼きライスペーパーを鍋やおかゆなど水分が多い料理に入れて食べる習慣があるようです。ガソリンスタンドを探し、6万ドン分のガソリンを給油しました。目の前には大きな橋があり、その下にはきれいな川が流れています。せっかくなので橋の下まで行ってダーラン川を眺めることにしました。この長い橋はブングオン橋です。目の前には大きな山が見えます。この山はチョップチャイ山で、高さは約391メートルあります。山の頂上には通信施設があり、雨季にはよく雷が落ちるそうです。橋の上からはジャンパ王国の遺跡を見ることができました。ニャン島という塔です。この塔は12世紀頃に建設され、赤いレンガで作られており、接着剤を使わずに木から取れる樹脂で積み上げられた独特な建設が特徴です。橋を渡って町に入りました。思っていた以上に風園の町が発展していて驚きました。今後さらに発展しそうな雰囲気があり、都会のように必要なものは何でも揃っていそうです。
歩行者専用道路も見つけました。昼間は人通りが少ないですが、週末の夜はとても賑やかになります。この町にはチャンパ王国の遺跡が残っています。本当は見に行きたかったのですが、チケットが必要なため、今回は遠くから眺めることにしました。チャンパ王国は約2世紀から19世紀まで現在のベトナム中南部に存在した古代国家で、チャム族がその中心民族でした。この地域にチャンパ王国の遺跡が残っているということは、かつてこの場所までチャンパ王国の領土が広がっていたのかもしれませんね。この辺りは日差しが強いものの、空も澄み渡っており、風も涼しくて過ごしやすいです。フーイエンの印象はとてもいいです。街は広くて便利で、物価も高くなく、もし住むならここに住むのもいいかもしれませんね。ルイホアビーチの近くには建物が建設中です。少し休憩をしたいので、休める場所を探していたところ、アイスクリーム屋さんを見つけました。この暑さの中、アイスクリームはまさにぴったりです。ここは珍しいアイスの味が売っていて、ドリアン味と龍眼味のアイスを食べました。甘くて疲れた体にはいいですね。このお店の隣では中部地方の料理も売っていました。お昼時だったので、アイスクリームに加えてバインメオやバインナムも注文しました。バインナムはバナナの葉に包まれており、平たくて米粉からできた生地を蒸したものです。中にはエビや豚肉が入り、柔らかな食感と葉の香りが楽しめます。一方、バインメオは似たような米粉の生地ですが、小皿に乗っていて、エビのソース、または豚の脂のカリカリ揚げが乗っているのが特徴です。魚醤をかけて食べるのが定番です。南部では甘辛い魚醤が多いのですが、ここの魚醤は少し塩辛くて中部の特徴なのかなと思いました。アイスクリームは1杯17,000ドン、バインナムやバインメオは合わせて2万ドンでした。ここはとてもお手頃ですね。ホーチミン市内の駐車場代は高いところで2万ドンかかりますが、ここでは2人分の昼食が2万ドンで済みました。食事の後は少しお昼寝をすることにしました。日差しもあってかなり疲れていたので、1時間ほど休憩しました。その間にモバイルバッテリーで携帯やカメラの充電もしておきます。お昼寝を終えてイエン島という島へ向かいます。途中、田舎の雰囲気が漂う道に入りました。周りから自然の音が聞こえてきて、鳥のさえずりがとても心地よく、またさらに進むとツバメの巣の養殖場も目に入りました。建物の形や特有の音でそれとわかります。フーイエン省は本当にツバメが多いですね。イエン島は島なのでバイクでは直接行けません。そこで近くのお店にバイクを止めて船に乗って島へ向かいます。島の近くには綺麗なサンゴが見られるスポットがあるので楽しみです。お店のスタッフがすぐに親切に対応してくれて、サービス内容を丁寧に説明してくれました。船だけのツアーは2人で
25万ドンですが、35万ドンだとサンゴも見ることができます。水着に着替えてから船着き場へ歩いていきます。私は初めて伝統的な丸い船に乗りますが、この船にはエンジンがついていて、スピードもかなり速いです。海の水はとても透明で、深いところまでしっかり見えます。船には私たち2人と船長を合わせて3人で乗り込みました。これからどんな時間になるかワクワクします。目の前に見えるのがイエン島で、ツバメの島と呼ばれています。昔はたくさんのツバメが住んでいたそうです。Đây là một đoạn đã từ mình tới Vĩnh Lặng đi. Đây khu đây là tên TikTok nè. Dạ. Khu đây là quay tên TikTok nè. Mình lặn quay đoạn đây một đoạn, rồi lại từ mình xuống cái mình lặn cái dài xuống. いよいよサンゴを見るスポットに向かいます。船の上ではサンダル、シュノーケル、水中マスク、麦わら帽子、ライフジャケットを貸してもらいました。もうすぐ目的地に着きますが、この辺りはとても水が浅くて、船の上からでもサンゴがよく見えます。ライフジャケットも着ていて、波もないので全く怖くはありません。水の中ではサンゴが本当に綺麗に見えて感動しました。初めて GoPro でサンゴを撮影しましたが、どんな映像になっているか楽しみです。今思えばもっと動画を撮っておけばよかったなと後悔しています。シュノーケルが初めての人は少し難しく感じるかもしれませんが、コツはマウスピースをしっかり噛んで、歯と歯の間からゆっくりと息をすることです。今回はとても楽しい経験をしました。もしベトナムに来ることがあれば、ぜひイエン島に来てサンゴを楽しんでみてくださいね。シャワーを浴びて着替えをします。更衣室はこんな感じです。飲み物を頼んでリラックスしてから再び出発です。今は午後4時頃で、夕方の景色がとても綺麗です。田舎の風景はとても落ち着いていて、心が安らぎます。マンゴー畑の坂という標識を見かけました。その先にはみかんの坂という名前の場所もあります。ベトナムでは橋や坂にユニークな名前をつけることがよくあります。空が夕日に染まり、思わず景色に見とれてしまいます。
こはラムザン堤防というところで地域の水管理をしています。この堤防は橋の代わりにもなっており、人が歩いている姿も見かけます。だんだんと日が暮れてきて、辺りが真っ暗になってしまいました。バイクのライトは光が足りず、暗く感じて走るには少し不安があるので、ライトを強化する方法を考えないといけません。今、海沿いの国道1A号線をひたすら走っています。お腹も空いてきたので、国道沿いのお店で食事をとることにしました。このお店はマップには載っていなくて、ちょっと不思議な雰囲気でした。メニューを見てみると値段が書いておらず、スタッフに一番安いメニューを聞くと、コムタムが1皿15万ドンというかなり高めの値段でした。ちなみに昨日食べたコムタムは2万5000ドンだったので、なんだか怪しい感じがして、結局食べるのを諦めてバイクを走らせることにしました。運がいいことにここは国道なので街灯があることが救いです。キャンプや海水浴をたくさん楽しみたいのですが、夜間での走行は控えたいので、気持ちとしては早めに切り上げるようにはしています。雲林省のクイニョンに到着しました。街は栄えていて明るくて賑やかです。さっきまで山の中にいたので、ここに来てとても安心しました。ミークワンのお店を見つけました。これはベトナム中部の名物料理で、私のお気に入りの料理でもあります。ミークワンは幅の広い米粉の麺を使い、ピーナッツやハーブ、エビ、豚肉などがトッピングされています。少し甘めのスープがかかっていて、スープの量が少ないのが特徴です。一般的には野菜や焼きライスペーパーと一緒に食べます。ここにはミークワンフーチエンもあります。この料理は村の名前に由来していて、普通のスープとはちょっと違うそうです。初めてミークワンフーチエンを食べましたが、どことなくカレーに似た味のスープでした。やっとご飯が食べられて本当に幸せです。ミークワンのお店の近くに宿がありましたが、エアコンのない部屋しかなく、1泊22万ドンでした。エアコンなしは厳しいので、エアコンのある宿を探すことにします。今日の海で服が濡れてしまい、ベタベタしていました。運よくいい感じの値段の服を見つけることができました。カフェで一休みします。クイニョンの物価は本当に安かったです。例えば、ここのカフェだとブラックコーヒーが1万ドンでした。また、路上でココナッツを見かけて、これも1万ドン以下でした。
その後、ホームステイを探し続けましたが、場所や値段がなかなか合いませんでした。どうしようかと悩んでいると、たまたま海の向かいにあるホテルのオーナーさんに声をかけられ、値段を聞いてみました。最初は1泊40万ドンと言われたのですが、予算オーバーだと伝えると、オーナーさんが考えてくれて、最終的には30万ドンで泊まれることになりました。Tối xe máy để đâu cô? Xe máy dắt vô nhà hả? Bây giờ con có đi đâu nữa không? Chưa, bây giờ hôm xôi à? Đi bây giờ tưởng đâu chưa thì dắt vô giùm cô chứ để cô đi đâu mà đường nhiều dữ rồi. Nên đi phượt này. Dạ đúng rồi, đi phượt đó đâu có ở cái chỗ cao cấp đâu. Chuyến nào để lẻ thôi à. 部屋は広くはありませんが、窓から海が見えるので、この価格なら十分満足です。今日は国道を走り続けて、ちょっと緊張感がありました。でも、サンゴを見ることができて、本当に素敵な旅になりました。また、仲の良い友達がクイニョン出身なので、やっとここに来られて嬉しいです。明日もいい日になりますように。皆さん、おやすみなさい。ミッドライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。